お久しぶりです。いつもニトロ Vlog 見てくれてありがとう。さて、今回の動画は、久しぶりにタウキリーのゲーム機のレビューです。最新モデルは RGB10 Max 3 Pro なんですけどね。今回は、その前にリリースされた X55 です。忙しくて、編集ができなくて、公開が遅くなっちゃいましたね。とにかく、今回は X55 のレビューです。サクサクいきましょう。いつも通り、パッケージと付属品についてです。X55 のパッケージは青色で、少し大きめな箱。ワイヤーフレームで本体が描かれています。付属品は、マニュアルと充電用の USB-C ケーブルだけ。シンプルです。スクリーンプロテクターは付属しません。潔いですね。それでは、本体を確認しますよ。まず、率直な感想を言うと、デザインと質感は悪くないです。タウキリー製品って過去に確認したモデルの多くは、デザインも品質もいまいちって感じでしたけど、X55 は悪くないですよ。フェイス部のボタン配列はオーソドックスですね。でも、スタート、セレクトボタン、音量ボタンが左右バラバラに配置されているので、変な感じ。右にスタートとセレクト、左側に音量ボタンにまとめた方が良くないかな。謎レイアウトですね。左のアナログスティックは上部配置。十字キーは下です。私は、この方が操作しやすいんだけど、レトロゲームには逆の方が馴染むかもですね。背面ですが、中央にブランドと、モデル名の印刷です。このモデル名のところ、モードって書いてあるけど、モデルの5色じゃないの？モード X55 って何なの？あと、ネジ穴は、本体同色のゴム足で封印されています。開けるなってことか、封印の代わりかな？本体左右はグリップ部が盛り上がったデザインで、少し大きめな本体です。青のボディカラーが、ちょっとメタリックっぽく見えて、意外と良い感じです。上部のショルダーボタンは縦配列。右から電源ボタン、通信用 USB-C ポート、ミニ HDMI に、充電用 USB-C ポート、イヤホンジャック、リセットボタンです。電源ボタンとリセットスイッチ、これが台形で特徴的です。本体の下は左右にスピーカーグリル、中央に TF1、TF2、デュアル SD カードスロットです。デザイン、見た目はとても良いんだけど、部品の合わせ目に針があったりして、ビルドクオリティはアンバーニック製品に比べると、やっぱりワンランク落ちるかなって感じがします。持ってみるとわかるけど、本体がすごく軽いです。ゲーム機の軽さはメリットだけど、質感的にはチープな印象になりますね。でも、過去に確認したタウキリー機種の中では、ハードの仕上がりは一番良いと思いました。さて、X55 のスペックですが、昨年発売された多くのモデルと同じ、ロックチップ RK3566 を搭載した Linux モデルです。最大の特徴は、5.5 インチの大画面を採用していることで、性能が同じでも、より大きな画面で遊びたい人には、良い機種になりそうです。他にも、アンバーニック RG353 シリーズと同様、デュアルマイクロ SD に対応していて、システムとゲームデータの管理が別々にできるのが良い点です。また、ミニ HDMI による外部モニター出力にも対応しています。パフォーマンスは、
ファミコンから初代プレイステーションはもちろん、PSP やドリームキャストなど、多くのレトロゲームコンソールのエミュレーションが実行できます。とはいえ、PS2 やセガサターンは厳しいし、ある程度の割り切りが必要です。性能面に関しては、もう少し頑張って欲しかったかなと思います。中華ゲーム機が好きな人は、同性能のモデルをすでに何かしら持ってるだろうしね。X55 最大の特徴となる 5.5 インチのディスプレイについてですが、過去に私が持っていたパウキリー製品より表示品質が良いですね。パウキリー製品って輝度が暗いし白っぽい発色で不満に感じていたけど、このモデルは最大輝度が問題ないレベルに改善してます。発色、視野角もかなり良い感じです。解像度もライバルに比べて高いので、メニュー、フォントなどはくっきりして見やすいです。アスペクト比16対9なので、PSP の場合は、実機よりも大きなフル画面表示になるので、かなり快適に遊べますね。ただし、ファミコンや初代プレイステーション、ドリームキャストなどは、横に間延びした表示で違和感を感じるんですよね。アスペクト比を4対3に設定すれば違和感はなくなるけど、3.5 インチモデルの表示とさほど大きさが変わらないので、画面表示のメリットが少なくなっちゃうんですよね。ただ、Nintendo DS の場合は、大きな画面を活かした左右表示で視認できるので、X55 だと遊びやすいですね。いずれにしても、画面が大きいのは明らかなメリットで、最大輝度はまずまずだけど、表示品質が良いディスプレイだと思います。次に、ホールド感と操作性についてです。X55 は横型デザインで、本体も大きめで軽いから、ホールド性はかなり良いです。グリップが少し浅めだけど、本体が分厚くなるので、バランスが良いと個人的には思います。十字キーは浅いし、押し心地もいまいち。ゲームで誤操作は起きないので感度はそれほど悪くないかな。慣れたら気にならないかもです。アナログスティックの操作性は良好です。これは問題ないかな。ABXY ボタンの押し心地はパチパチしていて安っぽいけど、操作性や入力に問題はなさそう。ボタン感覚も良いですね。問題なのは L1、R1 ボタンで押し心地が最悪。カチカチと甲高い不快な音が出るし、中央付近を押さないと認識しなかったりします。L2、R2 ボタンはデジタル入力で、やっぱりゴツゴツとした音が出て浅めです。でも、L1、L2 よりは押しやすいかな。スタートボタンやセレクトボタンも含めて、硬めです。カチカチと安っぽい音が出るし、全体的にチープな印象です。まあ、操作性はそれほど悪くないんだけどね。さて、バウキリー X55 の価格ですが、本体は100ドル程度なので、コストパフォーマンスはかなり高いと思いますが、円安なので、日本円だと14,000円ぐらいになっちゃいます。3.5 インチの同性能モデルと価格は同じぐらい、大きな画面で遊びたいならおすすめできます。ただ、正直に言うと、少し微妙です。セール時が狙い目ですかね。バングッドの販売ページを概要欄に記載してありますので、最新価格をチェックしてみてください。さて、今回はパウキリー X55 をレビューしました。本体の質感は従来のパウキリー機種よりも向上していましたね。ただ、組み込み精度の荒さや、要所に安っぽさは感じるんですけどね。
でも、画面が大きいのは良い点で、特に PSP で遊びたいのであれば、迫力のある映像でゲームが楽しめるのでおすすめですよ。はい、そんな感じで、今回の動画はこれでおしまいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。不定期で動画投稿しますので、チャンネル登録に、評価、コメントなど、よろしくお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。じゃあ、またね。